こんにちは、なおです。今回は DLC 第2弾で追加された新しい秘伝書8個すべてを入手場所、そして実際に使ってみた映像を踏まえて紹介していければなと思います。1つ目の新しく追加された秘伝書は陰陽スキルの秘伝書になります。初めてのものですね。武術光神符、こちらが追加された秘伝書になります。入手できる場所は DLC 第2弾のサブミッション暗き雷帝、こちらのサブミッションで芦屋ドーマンを倒すことにより入手が可能です。入るとすぐにボスが待っているステージになっておりますので、比較的マラソンはしやすいかなと思います。それでは次は実際に使用した映像を見ていただきましょう。それでは新しい秘伝書光神符使っていきます。はい、このようにですね、陰陽術ではあるんですけれども、この光弾符とかみたいにこれ遠距離攻撃ではなく、自身にですね光の刃を生やしてこう敵を切り裂くという少し変わった陰陽術になっております。次は実際にねダメージも与えていってみましょう。はい、このような4連撃を加えていく技になっております。特筆すべき点としてすごくアムリタを放出させることができます。当然ね、今私脱霊符とか何か使ってるわけではないんですけれども、非常に多くのアムリタを出させるという特徴があります。次はダメージですね。ちょっと比較としてライダン符はちなみにダメージこのぐらいです。それと比べて光神符はこの程度のダメージを4連撃させるといった形です。ちなみに今は私の陰陽術実力は301という状態で試してみました。当然この陰陽術の実力を増やすことによって光神符のダメージを上げることは可能になっております。今回の DLC からは奥義の併用だとか、また新しい揃え効果等もいろいろ追加されておりますので、ぜひですね陰陽術メインで使っている方はこちらの光神符、この秘伝書も取ってぜひ試していただければなと思います。続いて2つ目の秘伝書を紹介していきましょう。2つ目はこちら刀のスキル総まくりという秘伝書になります。こちら納刀状態から刀を横に切り払う一瞬で周囲の全方位に斬撃を放ち再び納刀するという非常にかっこいい技になっております。入手できる場所はサブミッショントーマの一刀、こちらになります。ここに出てくる源の雷光を倒すことによりドロップが可能になっております。それでは次はまた修行場にて実際に使った映像を見ていただきましょう。それでは早速使っていきたいと思います。このようにですね刀を納刀してズバズバッとこういったかっこいい全方位に攻撃できる技になっております。実際にね今度は攻撃を当ててみましょう。はい、発動がね少し遅いのが難点かなと思いますが、かなりの周囲巻き込んで攻撃ができます。なのでこうやって敵にたくさん囲まれたこういった状況でもドバババンとまとめてね攻撃できます。ただし注意しないといけないのが発動までにこう時間がかかるんですよね。はいで、今みたいに発動するまでに敵の攻撃を食らってしまうと攻撃潰されちゃうので、そこだけ注意してください。ちなみに比較としてクラマ剣舞と比べてみると、クラマ剣舞はこのぐらいのダメージ量になります。ちなみに今は私は刀の攻撃力2798という攻撃力で試してみました。以上が新しい刀の秘伝書総まくりの紹介になります。続いて3つ目の新しい秘伝書を紹介していきましょう。3つ目は侍スキルの秘伝書になります。こちら小王山という秘伝書になります。高速で移動しながら曽早丸を横一文字に振り広い範囲を切り裂く、こういった技になっております。こちらの技もドロップ場所は先ほどと同じく源の雷光を倒すことによって入手が可能になっております。それでは小王山使っていきたいと思います。はい、このように L 字に移動しながら曽早丸で敵を切る、こういった秘伝書技になっております。
以前侍スキルに追加された砲名山はこのように揚力を消費して斬撃を飛ばすというものだったんですけども、今回侍スキルに追加された小王山は特に揚力は使うことはありません。このようにただ単純に L 字に移動して敵を切り裂くといった技になっております。実際にね、今度敵に当てていきましょう。少し独特な動きなので当てるのが難しいところはありますが、私の使ってみての感想としては、何て言うんだろうな、この敵の攻撃をかわしつつ攻撃する、かわしつつ当てていくというスタイリッシュな遊びができるんじゃないかなと思っております。ちなみにダメージ量との比較としてクラマケンブと比べると、クラマケンブははいこのぐらいのダメージになります。小王山はこのぐらいですね。まあね、2発しか当たらないんですけれども、その分攻撃力は比較的高めかなと。ただそれよりもどちらかというとやはりこの移動をね、この超移動を利用して敵の攻撃を回避しつつこちらの攻撃を当てていくと、こういうねスタイリッシュプレーをぜひ目指していただければなと思います。以上、新しく追加された侍スキルの秘伝書小王山でした。かっこいい。さあどんどん紹介していきましょう。4つ目の秘伝書は今回から新しく追加された武器種テコの秘伝書になります。こちらですね、白虎連装という秘伝書になります。テコ鍵を装備している場合のみ使用可能。旧聖剣から視覚追加入力で素早く前進しながら鍵爪で敵を切りつける。視覚追加入力でさらに追撃する。こういった秘伝書になっております。ちなみにこのテコ鍵を装備している場合のみのテコ鍵なんですけれども、テコにはですね少し種類がありまして、こちらこのマークがついているのがテコ鍵になって、このようにね爪がないもの、こういったタイプもあります。このアイコンの爪が出ているもの、こちらを装備している場合のみ今のこの白虎連装を使うことがどうやらできるようです。それでは入手場所なんですけれども、入手場所はサブミッション竜の一族、この連はやぶさを倒すことにより入手が可能になっております。ちなみにこの白虎連装を含めてあと5つ紹介する秘伝書あるんですけれども、もう全てですねこのサブミッション竜の一族の連はやぶさから入手可能です。全部で5つの秘伝書を持っているようなんですよね。それでは早速白虎連装をまた修行場で使っていければなと思います。4つ目の追加秘伝書白虎連装、こちらを使っていきます。こちらはまずは旧聖剣を出してそこからの視覚追加で出す、こういった技になってます。さあ次はね実際の敵に当てていってみましょう。実はですねこの旧聖剣自体がめちゃくちゃ強いので、それにですねこの追加攻撃を加えられるというこの白虎連装、非常にね使い勝手がいいです。はい旧聖剣だけでもめちゃくちゃ強いのに、さらに加えて追加入力追加攻撃ができるようになるっていうのはね本当にね使いやすい。しかも旧聖剣は三角長押しだけ、白虎連装も四角ボタンを押すだけで発動ができてしまうというこのお手軽さ、ぜひですねいろんなテコ技があるんですけれども、それにね加えていっていただければなと思います。ちなみに今私の鍵爪の攻撃力は2618の攻撃力で試してみました。もともとかなりスタイリッシュな技が多いテコの中でもすごいね簡単操作でね出せる爽快感のある技ですので、このね私みたいにこの旧聖剣がもともと好きだっていう方にとってはかなりいい秘伝書なんじゃないかなと思います。今回から新しく追加された武器種でもあるテコ、皆さんですね今一番使っている武器かなとも思いますので、ぜひこの白虎連装もですね秘伝書ドロップさせて試していただければなと思います。本当に素早くてかっこいい秘伝書です。続いて紹介する秘伝書はイズナ落としというものになります。気力切れの敵を打ち上げ、打ち上げた相手に組みつき頭から叩き落とすといった技になりますね。こちらですね少し特殊で、この刀スキルそしてテコのスキル
どちらにもついてるんですね。ちなみにセットする場所はこちらですね。この共通の部分、この共通部分、気力切れの相手に三角ボタンっていうところの項目になっております。刀の場合はね、以前もここに交流画なんていう秘伝書あったんですが、また新たにこの組打ち系の秘伝書が追加されたといった形です。ただし今回は刀と手甲どちらにもつけることが可能になっております。これはね、お得ですね。それでは早速、気力切れの相手に使っていければなと思います。まずは気力切れにしてドカンとこういった形になります。ちなみに先ほども言った通り、こちら手甲でも使うことが可能です。はい、まずは気力切れにしました。今度は手甲でやりましょう。ドカーンとこのように手甲でも使用可能な組打ち系の秘伝書技になります。ちなみにこのイズナ落としなんですけれども、ダメージ量は組打ちよりは上ですね。ただし交流画などのように揚力をめちゃくちゃ吸収するといった効果はありません。単純に組打ちよりもダメージを上げたものがイズナ落としといった認識で OK です。前作の仁王無印をやっていた方には少し懐かしいこのイズナ落とし、ぜひレンハヤブサを倒して入手してみてください。続いて紹介する秘伝書は忍者スキルのものになります。初の忍者スキルでの秘伝書、どんなものかというとこちら、火炎竜の術。使用すると火人とともに火球を呼び敵にダメージを与える。こちらもレンハヤブサがドロップするものなんですけども、まさにねそのハヤブサが使ってくる忍術になります。実際に敵に当てていきましょう。はい、このように自分の周りにまずはこの陣を張って力を貯めて忍術を打つと、ダメージ量もねやはり高い。比較としてこの5位の日と比べると、はい、火炎竜の術かなりのダメージを与えることが可能です。ちなみに私の現在の忍術の実力は331という状態ですね。この状態で今見ていただいたダメージ量を出すこと可能です。ため時間が少し長いのはネックではあるんですけれども、自身の周りにね陣があるので少しは安心して唱えられるんじゃないかなと思います。皆さんを散々苦しめたこの火炎竜の術、ぜひ自分で取って敵に食らわせてみてください。さあ続いても忍者スキルの秘伝書技です。続いてはハマ烈風陣の術というものになります。使用すると真空の刃を生み出し周囲の敵にダメージを与える。早速使っていきましょう。こちらももちろんドロップ相手はレンハヤブサになります。実際ねハヤブサの使っている技です。さあそれではハマ烈風陣使っていきます。はい、このように自身をですね中心に竜巻を落として敵を切り裂くというかなりの広範囲にダメージを与えることできますので、ちなみにこのハマ烈風陣属性ダメージはありません。そこだけご注意ください。決してダメージ量が多いという術ではないのかもしれませんが、超広範囲を攻撃できるっていうのはメリットかなと思いますので、ぜひこちらもレンハヤブサをぶっ倒してドロップさせてみてはいかがでしょうか。次が最後になります。最後も忍者スキルの秘伝書、暗極重破弾の術。めちゃくちゃかっこいい名前の術ですね。使用すると木を極限まで圧縮した弾を放ち直線上の敵にダメージを与える。もう説明文からしてかっこいいですね。では早速使っていきましょう。もう完全にこれカメハですよね。もうほら見てください。いやもしくはハッケンか。もうねダメージとか使い勝手とかもうどうでもいいですね。これはねもう単純にかっこよすぎます。しかもこの技かなりの距離を飛ぶので、めちゃくちゃこうやってね離れてても飛んでいきます。ただいくら遠くまで飛ぶとは言っても、このように障害物をね越えることはできませんので、そこだけ注意してください。すごいですね。暗極重破弾の術ですよ。もうこんなの技を使う時に叫ぶしかないぐらいかっこいいです。この技名を叫びたい秘伝書ランキング1位の暗極重破弾の術、ぜひ皆さんもレンハヤブサをぶっ倒してドロップさせてみてはいかがでしょうか。いかがだったでしょうか。
DLC 第2弾にて追加された新しい秘伝書8個全てを一気に紹介してみました。私の使ってみた感想としてはどれもめちゃくちゃかっこいいですね。中でも私が一番使いやすかったなと感じたのは手工の秘伝書白虎連装でしたね。あとは単純に威力の高い伊豆名落としも使っていける場所は多いのかなと思いました。それ以外の秘伝書に関してはダメージ量よりも範囲攻撃に特化しているものが今回は多かったんじゃないかなと思います。何せ8個というかなりの数になりますので、皆さんはですね1日で全部取ろうとは考えずにゆっくりね時間をかけてコツコツと集めていった方が精神衛生上いいんじゃないかなと思います。ということで今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたらチャンネル登録と高評価ボタンもぜひよろしくお願いいたします。